日照。本当は僕女の子で生まれる予定だったみたいで俺ねおちんちんが見えなかったの。そう。普通のあれじゃん。なんか馬行ってとかさ、豚行ってなんて普通やれないから。ない。でー大です。ここにです。アランでーす。中井ファミリーです。イエーイお願いします。始まった。始まりまし始た。まりました。第2弾。第2弾。というわけで、第2弾は、アランの生い立ちはい。を掘り下げちゃいましょうといういことやー、です。深いよー。深いよどこから掘り出します？まずは、ルーツ？ルーツ。ルーツを話す感じね。うんそうだね。オッケー。まず、いいですか？はい。はい。高橋アランです。本当の名前はアラン・クリスチャン・高橋ボニー・デ・フェヘーラです。はいもう一回お願いします。アラン・クリスチャン・高橋ボニー・デ・フェヘーラです。それでは誰です。ソジェダでございます。そんな長かったそうの？パパがね、イタリアとブラジルで、うん。お母さんが日系ブラジル人だから、両親も日本人。けど、おじいちゃんの代からもうブラジルに移住して、はい。そこからお母さんも生まれも育ちもブラジルって感じ。そうなん日だ。本の方が長いと思うけどね、お母さんも。こっちに来て。けど、うんそういう感じ。だから、名字もパパの方でイタリアが入ってるから、ボニーニなの。かわいい。で、デフかわいいねェヘーラはパパのブラジルのデフェフェーラ。デフェヘーラ。デデフェヘーラ。むずいよね。かっデフこいい。ェヘーラ。で、高橋がお母さんから引き継いだ名字で、名前は、ブラジルの文化でおじいちゃんとおばあちゃんが決めることが多いの。うんで、おばあちゃん、ブラジル人のおばあちゃんが、クリスチャンはい。うん。が日照。本当は僕、女の子で生まれる予定だったみたいで、俺ね、おちんちんが見えなかったの。あれで。CT じゃなくてなんだっけ。でね。そう、ずっと7ヶ月ぐらいまで見えなくて、8ヶ月か ?8 ヶ月ぐらいまで。引っ込んでたんだずっと。だからお母さんとおじいちゃんがみんな女の子だねって。先生も、これはさすがに8ヶ月経ってもおちんちん見えないってことは、さすがにさすがに女の子だと思いますみたいな。で、服とかもハローキティばっかりだったんだけど。おーわお。そう、実は、実はね、出てき出てきたんだ急に。はい。男の子でした。男の子でした。そうだから本当にね、アリーニっていう名前になる予定だったの。う。うんん。だから妹がアリーニ。おお。そうなんそうなだ。んだ。だからアリーニだったけど男の子だったから急遽クリスチャンになりました。おー、そういうことね。そうで、お父さんとか家族みんなでアリーニっていうのが伝染してたから、うん。いやでもアリーニ可愛かったやんみたいな。確かに。じゃあまあ似てるアラにしよっかみたいな感じでうん。アラになった。いいね。素そう敵。だからおばあちゃんはクリスチャンって呼んでくれる。違うんだ、人によって呼ばれそうで方も。家族みんなとはもう世間はアラン。アランだね。うんうんうんでもすごいね、たまたま日本でもさ、全然通用する名前だったの。もう確かに確かにアラン確かにも。アラン。クリスチャンって呼んでもいいよみたいな。クリスチャン、アラナ、アラナ。そうごっちゃになってるやん。アリーニとアランごっちゃになってるよ、アラーナ。あら。俺の娘の名前アラーナにしてください。やった決まりました。ドゥイーで、年齢は、今年で31歳になりました。94年生まれ。なんか28歳のまま止まってたんだけど。でも、マジでみんなにそれ言われるんだけど、本当にありがとう、マジで。本当に。もうで 31？ 31になって。いや本当に知だからあらなかっれだね、ボーイフレンドを出演した時は28だった。あ、そうだよね。大ちゃんに出会った時も28だったね。そうだよね。そう。1994年の10月9日生まれなので、え109です。いやいやー、天性のギャル。ー、それに近いんだよ。めっちゃ16だと思ってた。ね、意た。いい加減にしして。 9ね。ゆきとゆきと一緒。めいっ子と一緒だったんだよ。ゆきゆきイソインス見てるゆき。見てるよ多分。うん。ゆきちゃん何歳今中一。 13？そうもうだよ。ゆきラブ。でも本当にそう、31になりましたね。うわ若い。ブラジル生まれで、生まれて2歳まで、2歳半ぐらいまで、ブラジルの田舎、おばあちゃんとおじいちゃんに育てられて、うん。で、2歳半ぐらいの時に、お父さんとお母さんが出稼ぎで、僕が生まれて2ヶ月の時に日本に来て、ー。はい。うん。で、日本でお仕事しながら、お仕送りっていうのおしお見送り仕送り？仕送りお仕送りってなんだろうと思って。ちっちゃいベビーの時は、もうブラジルでおじいちゃん、おばあちゃんに育てられて、もう、農場だから、
馬と豚と鶏とねうわー、合ってんね。合ってる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 。多分なんかそこのねそこがもう自分のなんかルーツルーツになってねちょっとたまになんか動物化してるでそっから日本に来てずっと愛知県うん。で育ってましたね。すごいいいな、ルーツでここまで喋れるってよくない？そんな。で全然神奈川県出身で漢字は、パパが決めて名前はお姉ちゃんが決めてくれましたですで終わりじゃん。そう普通そうそう。普通終わりじゃん。なんか馬いてとかさ、豚いてなんて普通言えないからないないない。ドゥイー。じゃあ、アランは小学生の時、その幼少期も含めて、どんな子だったの？ちょっと1回目のねテイクワンでも話してるんですけど、マジで人見知りで。あ、そっか。そう言ってたね。想像つかないよね。そうだから僕の幼少期の話すると僕人生で一番、困難だったり苦労を僕は幼少期にしてると思ってて、だからこんなに恵まれて愛されて、なんか本当にありがとうでしかないんだけど、大人になってね。けど幼少期の時は結構ダークサイドで頑張って生きてた子供で、すいませんちょっと暗いと思うんですけど、僕6歳の時にパパが捕まっちゃって、はいはいはい。でそこからもうパパとは疎遠で、でお母さんと2歳の妹と僕、でそこでなんか僕変なおじさんに捕まっちゃってですね。はい。そうなんですよ。6歳の時に小学1年生の時に早いね。そう遅刻しちゃって、うん。で僕と女の子が通学路と一緒じゃなくて2人だけで学校に行ってた時に、はい、おしっこがしたくて、うん、で車の後ろでおしっこしてたらもう多分ホームレスの人、うん、もう本当に今も覚えてるんだけど髪長くてちょっと汚い感じのおじさんで、叱られたの。トイレは公園のトイレでやりなさいみたいな、はいはいはい、で手引っ張られてトイレに入ったんだけど、そこで僕本当に記憶がないんだけど乱暴されちゃって、でも綺麗にそこだけないの。だから本当気づいたら小学校でタオルに包まれて先生たちがわーってなってるみたいな、職員室の景色しか覚えてない。だからもう衝撃的すぎたんだ。そう多分脳みそってすごいよね。でもなんかそこがあって、そっから僕が変わっちゃったの。なんか性格が結構保育園の時は元気で明るい子で、発表会とかでも一番目立ちたいタイプの子で、その出来事があってからもう本当に全部世界が暗く見えちゃうような本当に変わるんだ。本当になんか景色が全部サングラスかけてるような景色になってて、でなんか見たくないものを見ちゃったりとか、なんかそういうなんか子供だったからいろんな嫌なことがその乱暴とかもそれが1回だけじゃなくて何回かあったんですよ。多分そういうなんかゾーンに生きちゃってたの。だからそうでそっからなんかもうお父さんも、いろんな悪い人と絡みがあって、でお母さんも僕たちも逃げるように教会に逃げたの。教会で1年半ぐらい牧師さんの家にお邪魔して住んでたんだけど、それはもう本当に逃げるため、どこにいるかっていうのを一旦1年以上かけて、もう身柄を隠すような感じで暮らしてた時期があって、でそこから団地だったんですけど、そこの団地育ちです、でママと妹と3人で引っ越すことになって、シングルマザーだしお母さんも日本語話せないし、国の免除とかもない、そうか、女性1人のお金でもう3人免除もなくね頑張って育ててくれて、途中からあるんだけど、その大半はもう全然免除がなくて、もう冷蔵庫を開けたらなんか空っぽの匂いとか空っぽの冷蔵庫の匂いとかも何回もあったし、なんか本当にご近所さんがらっきょうとかさ、そういう漬物とかをくれて、なんかそういう生きてた生活とかもありましたね。もう本当貧乏で、でなんかそういうなんだろう、妹とお母さんと僕の世界でしか生きてなかった、でもそれってすごく僕のその時はいい意味で良かった理由が、その周りの人たちと仲良くなれない、怖いっていうイコール関わりがないから、隣の芝生の色が分かんないのだから、
そのもう完全にもうそこの僕の世界がちっちゃくて、そこがまあ今思うとはすごい、貧しくて苦しい生き方してたなって思うんだけど、もうそこがもう世界一幸せな家族だと思ってたの。世界一僕でも本当に家にいる時はもうマジでもうずっとケツ売ってブラシル。早かったんだケツ売り出すの。早い。もう僕はね、ほんとシャキールとビヨンセに救われたみたいな感じなんで。早いね。だからもうそういう妹とそういうビクトリア・シークレットとか見ながら、そうなんかお母さんのヒールとか履いてみたいな、そういうなんだろうね、寒かった。もうその時はもう本当にもう思うとうわーと思うんだけど、冬とか暖房がないから、そうなんだ。布団を何個も重ねてテントを作って、その中でまあ今ちょっと言うとなんかうるっとしちゃうね。けどなんかなんか家に届くなんかホテルとかなんかマンションの間取りとかあるじゃん。でそれを見て子供部屋とかのコーナー開いてで間取り、3LDK の間取りとか見て、ここはママの家でちょっと化粧台とかつけてみたいな、これ指先に魔法があるってよく妹と話してたんだけど、これをスライドしてたの。でもイマジネーションの世界が誰よりもなんか豊かで明るくて、なんか温かい家庭だったんだけど、そういうのをやって妹と遊んだね。っていうぐらいなんか本当に苦しい中だけどすごく幸せな時間が妹とイマジネーションの中ですごく広がってた子供でしたね。だからでもイマジネーションの力が強い。そうだね。信じる力だったりとか、信じたら叶うっていうのを大人になってすごく実感してるんだけど、それが多分その経験のおかげで身についてるのかもしれないけど、本当にその時は苦しかったのか、苦しくなかったな。でもそういう環境でね。でお母さんも一番辛かったかもね。でもまあさっきも言ったけどお母さんも一人の人間だから、その時はすごく悲しかったね。お母さんはお母さんで彼氏ができて、でやっぱり一番辛いじゃん。子供が2人いて、そういうクーラーも買えない、そうだね、ご飯とかもなんか1週間分買ったけど次の週どうだろうみたいなっていう生き方をしてた。1ヶ月分の給料の1週間分のご飯しか買えない、それをやりくりしてる。でも僕と妹勝手に1週間のご飯はさ、もう食べちゃうから、うわやばいめっちゃあるバーって食べちゃうから、それをお母さんにめっちゃ怒られたりとかして、わかんないよね。そうだよね。わかんないし、ダメって言われてもつい食べちゃう。お腹減ってるもん。そうだからそういう感じで生きてて、だから彼氏ができてお母さんをいろいろもらったりとかさ、まあ彼氏が家に住んで家賃とかは払えて、すごく冷蔵庫にご飯は絶対にある生活をするけど、なんか僕はパパのところは絶対に犠牲にできないし、入れることができなかったし、なおかつ変に乱暴とかもされたりとか、お母さんには大人になってからしか言わなかったんだけど、新しく来た彼氏にそういうね、お母さんが選んじゃう彼氏が結構子供好きみたいなでも僕は一つ今胸を張っているのは、妹には何もなかったのよ。パパが6歳の時に、警察が家に来て、逮捕して連れて行かれる寸前の時に唯一言ってくれたのが、絶対に妹は守れって言われて、でパパも感じてたんだろうね、何が起きるか。僕にさ起きたこともあったのもあって、パパが守らないといけないけどパパが捕まっちゃうっていうパパの気持ち今は分かるんだけど、多分唯一言えたのはそこだけだったのよ。妹を守れって。だからそれだけは僕はもう本当にもう多分その言葉が僕の 90% の人生をなんか制覇してて、10% を精一杯生きてた人生だから、その妹のもう本当に朝ごはんから保育園に連れて行くところから、保育園に迎えに行くところから、宿題をやるところから、ご飯作るところから、お風呂入れるところから全部やってて、お母さんは夜10時ぐらいに帰ってくるみたいな。そうか、お仕事してるんだもんね。そうっていう人生、なおかつ変な彼氏とかがいるから、全然好きになれなくて、なおかつそういうのもあって妹を守らなきゃっていう人生が10年ぐらい続いたかな。じゃあ何歳だ？もうその時は10。もう多分もう妹がちゃんと強くなったというか、自分の意見を言えるのが、僕が大体11歳ぐらい、4年生5年生ぐらいの時かな、
でも逆に妹が友達たちと遊びたいから離れようとするときになんか初めて隣の芝生とかが見え始めた。わお、そこなんだ。そうだからもうそこかな、僕のタイミングポイントは。一番人生で傷ついたかも。その現状を理妹が解して離れた時に、離れた時に僕のことはもういらないってなった時に、もう小学校だけ自分で行けるし、僕のやることじゃなくて自分の色があったりとか、僕もどうしようみたいな、5年生まで妹のために生きてきたみたいな衝撃が強かったの。急にねなくなっちゃったのね。そうで、教会があって教会来始めた時にすごいなんか馴染めなくて、誰とも。教会でもそうで、なんか自分もその時なんか結構なんかまあ脳みそもなんか普通のことじゃなくて、なんか多分障害があったのかな、わかんないけどわかんないけどね。わかんないけどね。なんかでも青空学園っていう普通の教室で授業を受けてなかったの。もうダウン症の子たちだったりとか、もうなんかそういう脳の発達障害の子たちと一緒に授業を受けてた。まあトラウマとかあるからね。多分そう、なんかもう僕はそのなんかみんなとのペースに一緒に行けなくて痙攣が起きちゃったりしてたの。だから痙攣が起きた時に、それが小学2年生ぐらいの時に、そういう学校が判断してくれて入れてくれて。そうだったんだ。だからそういうなんかちっちゃい頃からその僕の同世代の子たちイコール怖いみたいな。そうだよね、ちょっと世界が違うすぎて。違うよね、なんか。だからそういうなんか本当に、だから多分誰とも話せない怖い発表会とかも、そういうもう学校に作られた壁があったんだ、まず。そうだからもう全部そういうなんか読むことも遅れてるから、脳みそが読み書きもできないし、なんかそういうなんだろう、話す言葉とかもみんなと違うし、で家テレビあっても繋がってないから、いろいろ。だからもう本当になんかなんだろう、流行りとかもわかんないし、俺モーニング娘。中学校で知ったからね。ごめん、時代じゃなくて。あ、やだ、ごめんなさい。ごめんなさい、世もう。代が違う。ごめんなさい。そうだね。はい。結構遅かったってことだよね。そうだよ。周りに比べると遅かったっていうことですよね。ピタゴラスイッチとか。あ、わかるよ。あ、わかるわか NHK る。の番組あるじゃん。あれも中学校で初めて知ったし。あ、それは遅いわ。そうだからもうほんとそういう、もうなんかそんな余裕ないみたいな、テレビ見る。ドゥイー。まあ僕の世界を説明するとそんな感じで、もう学校も行かなくなって。あ、行かなくなったんだ。そうまあ妹は行くけど、僕は行かない感じになって、で家で僕の世界はテレビだったの、 DVD の。そうだからもう MTV とかそういう感じなんだ。そこでディーバたちを知って、まあ僕のオカマ作成所ですよね。はい、オカマ作成所、そこ形成上。そう、もう形成された、もうその MTV でちょっとグレちゃって、中学校の時もなんだろう、中学校はなんだろう、好きな人ができたんだよね、女の子で。ケシアちゃんっていうブラジルと同じハーフの子で。多いの、もしかして。多かったの。そうなんだ。めちゃくちゃブラジル人が多くて。そうで、そこでなんだろう、ケシアがめっちゃ足速くて推薦で陸上部に入って、中学校の時に。で僕全然もうスポーツ大嫌いだし、唯一できるのはダンスだったの。ダンスが僕の表現する場所だった。もう本当にもうダンスの話をするといつも泣いちゃうんだけど、もうダンスがなかったら僕はもう多分死んでたと思う。あ、そう。もうそれぐらいダンスがもうアランで入れる唯一の場所だったから、なんかもう家帰ってダンスなんかもう真似をしたりとか、唯一学校の行事で参加できたのはソーラン節とか。キャー。そう踊るソーラン節。そう、ソーラン節とかも、ありがとう。ソーラン節とかも一番なんか誰よりも褒められるために頑張ってるし。かわいい。そうだからもうお母さんも運動会とか、その僕の発表会とか来たことなかったんだけど、そのダンスの時だけ来たのよ。あ、来てくれてたんだ。噂になってたの？アランすごいよみたいな、すっごい踊る子だねみたいな。でもそこが褒められるところがそこだけだから、なんでかっていうと僕そこだけで表現しなかったから、だからもうそこで初めてなんか心の喜びがすごく、だから僕のいい経験ってすごいダンスがきっかけなの。
ダンスのおかげで表現がまたできるようになる、取り戻せるし、ダダンスのおかげで誰かとまた友達ができたのもダンスのおかげだし、うんその誰かとつながるきっかけをくれたのがドゥイーそこでなんか小学校のなんかその6年生を送る会とかで踊ったなんで6年生を送る会でサンバ踊っちゃう。サンバケツ振ってる小学生たち見なきゃあんのみたいな。しかもなんか大大人のお母さんも真ん中で踊ってる。踊ってんだ。最高。楽しそうおもろいよね。うん楽しかった。でそのコミュニティが僕をどんどんハッピーにしてくれて、そのまま中学校に行ったんだけど、そのハッピーが全然通用してなくて、見た目だったりとか話し方だったりとかもう日本語が下手くそだったの。あ、そうなんだ。日本人と話すことが少なかったから。そっか。ブラジルの番組しか全く見ないし、確かに音楽もポルトガル語だし、だからもうコミュニケーションとかも壁があって、本当にいじめとかにもあって、そういう中学2年生までギリギリ頑張ったかな、けどそういうなんか旅行だったりとか、学校1年生団体の競技とかも怖くて行けなかったりとか、林間学校とかも省かれて結局行かなかったりとか、ディズニーとか行くじゃん。行く。それでなんかグループ分けの時に誰も選ばれなくて、結局仕方なく行けなくて、でもそういう感じで中学校は本当にいじめ。でもその分学校に行ってない世界でアランがアランしてたっていうか、そう。でもそこでまた大きななんかその絶望が、妹が養子になっちゃうというか、そのなんか一緒に暮らしてたんだけど、僕の家系ってすごくややこしくて、そのお母さんの彼氏には DV されるし、妹にはもちろんそういうのないけど、そういう見る妹のそうだよね。人生を心配するご近所さんが増えて、で妹のその友達、1歳年上の友達がいたんだけど、その子一人っ子で、妹の存在がすごくお互いウィンウィンだったの。でそれで妹がちょっとずつその家に引っ越しちゃうっていうか、どんどん荷物が増えて、その妹を守るために引き取っちゃった結果になったのね。そういうこと。でもまあでも僕はすごいまた怖い、またそのサングラス生活が始まっちゃって、あ、そっからまたそう、家ではなんか居場所がないし、お母さんには愛されてないって思うし、普通に。あ、そうだったんだ。なんかその彼氏優先だったから、そうでなんか中学校は結構最悪で、まあでもそのなんだろう、中学校3年生の時に、すごく僕の人生を変えた経験があって、まあいろいろあって、お母さんの彼氏とも家でね、大喧嘩になって、肉体も痛いし心も痛いし頭もぼーっとする感じで家を出たの。でその時はなんかすごい、ちょっと久しぶりに話すねこの話。でも無理しないでね。本当に話したらいいんだけど、そのなんか話慌てて出た時に、その僕がダンスを踊ってた広場が僕の団地の塔の隣だったんだよね。でそこに逃げるように走ったの。で雨降ってて、で気づいたらそこの広場にバタッと倒れて、多分わざと倒れたと思うんだよ。気絶とかじゃなくて、わざと倒れたのに転がった感じで倒れて、そこから記憶がないのね。で起きたらもう雨も止んでて、ミスト状になってて、でなんかまん丸い月しかなかったの。多分雨だったけど雲もはけて、大きな月が聖杯してくれて、そこですごく久しぶりな気持ちになって、久しぶりだったのかな、なんかほぼ初めましてみたいなぐらいの高揚感の感じだね。でなんかなんでここでみたいな感じでもう涙が止まらなくて、でなんかもうそこでなんかずっとなんか泣いて赤ん坊みたいに泣きたの。誰もいないし大叫びみたいな。でうわーって泣いて、なんか泣き疲れた時にもうめっちゃなんかすっきりしちゃったのが分かんないけど、でなんかそこで僕の唯一の表現がダンスだったの。でなんかもうコンテンポラリーダンスでって踊ったの？
もうなんか飛び跳ねて、うんくるくる回ってなんか本当に幸せだったかわいい。あの時間が。でなんかあそこでめっちゃ踊ってる自分になんかそうなんか誰かに見せるような感じで踊ってたのね。あ、そうなんだ。でも誰もいないじゃん。いない。だからそこで多分神様を感じて、神様だと思うんだけど、うん。まあそれを今僕はいろんな言葉で例えれる経験も幸せもいっぱい増えたけど、その時の僕の初めましてみたいな幸せ、うん。共有幸せがもう神様だったから神様って使ってるかもね。へえ。人間じゃない何か違うものと、そうなんか僕と僕みたいな。だからここのタトゥーがそれなのよ。あ、そうなの？僕とそのあ形ないものなんだけど魂で踊ってたから僕と神様うんのうんうんうん。をイメージして一緒に踊ってる。作ったのこれを、うんで一緒に踊ってるのがすごくあって、だからその一人ぼっちってどんだけ思ってもそれを信じてたとしても一人じゃないんだなっていうのを感じたの。なんかすごい不思議だよね。不思議。そうなんかその意味が分かんないけど多分もう頭も心も動いてなかった初めてのインフォメーションだったのそれが、うんうんだから形なくても感じてるものを信じればいいんだって思ったのがそこなのよ。はあ。そうだからあの時感じた風だったり見たお月様だったりとか感じた雨だったりとか、うん全部それだけで感じたものを信じちゃえばいいんだって思ってから急に頑張っちゃって俺もういろんなことにはい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 。まあなんかそのいや僕ここで人生を終わらしちゃダメだなって思っておあ急にもう僕不登校だったから、うんうんなんか本当に3年間で1年分しか学校行ってなかったの。うんだからもう勉強も高校ももちろん入れないし、うんもうそのねだからもう、まあ、もちろん定時制しか選択はなかったんだけど、もうなんか頑張って僕なりにその作文、なんか文章だってとか書かないといけないからそれを毎日うんうん。その当時のその中学校の先生がいたんだけどすごいその人にはね本当にね感謝してるんだけど、うんいろいろと教えてくれて、で高校の面接受かってで花商業高等学校に入りおーましてすごいそうでその時に僕はいろんなその友達とかも縁切ったりとか、うんなんかその不良のうん子もその子は変わらなかったのよ。うん。まあいろいろとねいろんな世界に入っちゃったんだけど、うんもう僕はこのまま行ったらダメになるからもう嫌だっていう決断を取れたんだよね。すごい本当取りたいと思っに。てでそこから高校入ってその高校からが全くなんか違う輪なんで挑めたの。教室でも一番早く手を挙げる人になったし、そう分かんなくても分かんないんだけどって言えるようになったし、すごそい。う誰かを守れる力も増えて、うん。そのいじめられてる子がいたらなんでそれをしてるのみたいな、なんでそれをする意味があるので逆にいじめてる子をダサいって言えるような、なんだろう率先してそれを口に出せるようになってからいじめがなかったのよ。うん。本当に平和なクラスでみんな優しくて、うん。なんかそういうなんだろう僕の初めての一歩が誰かのまた一歩で、うんそれがみんなのチームになってみんななんか一緒に歩んでる4年間だったのね。 4年だったんだ。 4年生だから定時へー制それはされて変だよねそうですよね本当に幸せで、なんかその初めて自分一人で頑張ってたのが誰かの力を頼ってもいいんだってすごくうん、そう思っだよ。たから誰かの力になりたいっていう気持ちが本当に強くなって、だからなんか高校とかもなんかそのやっぱり主婦のおばさんとかうん。すごい優しいわけギリギリだったけどそう卒業してドゥイしながらね、うん。モテ始めてどうしようみたいなどうしようみたいなそうまあいろいろあったんだけど別れて一人暮らしを名古屋でスタートしてもうそこからもうゲイライフですね素敵。